これまでにドイツは再軍備のために際限なくお金を使ってきました。そうなると当然赤字が膨らんで財政が破綻していきます。ユダヤ人から奪ったお金によって少しは赤字を打ち消していましたが、もはやそんなのは焼け石に水で、ドイツの経済は崖っぷちに立たされていました。しかしヒトラーはこの崩壊寸前の財政を見ても、戦争が全てを解決する、他の国を占領してしまえばいい、そして占領した土地の住民に負債を背負わせるのだと考えるだけで、戦争を避ける道などは全く考えていませんでした。そんなヒトラーの関心はチェコスロバキアのズデーテン地方を手に入れた後に、チェコスロバキアの残りの部分に移っていきます。残りの部分もドイツが支配してしまおう、そのように考えたのです。ということでヒトラー率いるドイツ政府はチェコスロバキアへの介入を開始。このチェコスロバキアという国は西側にチェコ人が住む地域があり、東側にスロバキア人が住む地域があるという国でした。そのような状態だったので、当時スロバキアではチェコとスロバキアを分離しよう、スロバキアは独立しようという運動が起きていたのです。この運動に目をつけたヒトラーは、スロバキアの独立を認める、ただしドイツの保護国となれ、さもなくばドイツ軍が介入すると脅します。これを受けてスロバキアは、ドイツと戦争をしても勝てない、それならば独立を認めてもらって保護国となった方がいいだろう、そう考えてこれを承諾、スロバキア共和国の独立が宣言されました。次にヒトラーはチェコに対して強い圧力を加え、自分から併合を要請しろと脅迫すると、その圧力に抗えなかったチェコは屈服し、とうとうドイツの保護国となってしまいました。戦わずして領土を手に入れることができる、私は外交の天才だ、そう考えるようになったヒトラーが調子に乗るのも当然です。次に目をつけたのはポーランドでした。ポーランドにはかつてドイツ帝国が失った領土があるということもあり、たくさんのドイツ民族が住んでいます。特にドイツを東西に分断する原因になっているこの辺りの地域は、長い間ドイツとポーランドの間で争いの種となっていました。失った土地を取り返そう、ポーランドに侵攻しよう、そのような考えが生まれていきます。しかしこれまでドイツをなだめていたイギリスもとうとう方針を変更します。なぜならオーストリアやズデーテン地方はドイツ民族が住む地域だ、民族自決だという理由で正当化できていたけれど、チェコスロバキアはドイツ民族が住む地域ではないため、その理由が通じないからです。しかもヒトラーは以前話し合った時に、領土要求はもうしないという約束をしていました。それなのにドイツは領土の拡張を続けたので、ヒトラーは約束を破った。ヒトラーとの話し合いは無駄である。ヒトラーがドイツに君臨している限りヨーロッパは平和にならないという結論に達したのです。こうしてイギリスのチェンバレンは、これ以上の領土拡張は決して許さないとヒトラーに明言。ポーランドに対しては無条件で独立や主権、そして国境をイギリスが保護する。ポーランドが攻撃を受けた場合、イギリスはポーランドを援助すると約束します。ここまで言えばヒトラーも引き下がるだろう、そのような考えからの行動でした。しかしこのイギリスの保証には不完全な点がありました。イギリスとフランスがヒトラーの動きを抑止できるのはポーランドの西側の国境だけであり、東側の国境を抑止するためにはソ連の力を借りるしかなかったのです。ということでイギリスはそれまで消極的だったソ連との同盟を望むようになり、イギリスとソ連の間で交渉が始まっていきます。この交渉でイギリスは、もしもイギリスとフランスがドイツと戦争になった場合にソ連が助けてほしいとソ連に要請しましたが、逆にソ連がもしもソ連がドイツと戦争になった場合にイギリスとフランスが助けてほしいと要請すると、それを断ったのです。つまりイギリスが望んだのは、ソ連には助けてほしいけどソ連は助けないという不平等な同盟だったのです。それどころかイギリスはむしろドイツとソ連が戦争をしてお互いに消耗してほしいとすら思っており、ソ連のスターリンはこのような雰囲気を敏感に感じ取っていました。そんな不穏な空気の中、イタリアではムッソリーニが行動を開始していました。ヒトラーが武力によって領土を拡張している、イタリアもそれに続こう、そう考えたのです。こうしてイタリアが突如アルバニアに侵攻し、ほぼ全土を占領。こうなるとイギリスはドイツだけでなくイタリアも相手にしなければいけません。ということでイギリスはギリシャとルーマニアに保障措置を提案し、
トルコと相互援助条約を締結。ヨーロッパではますます分断が進んでいきます。こうなるとやはり注目が集まるのは第三の勢力であるソ連です。この時のソ連は、イギリスとフランスはソ連を利用しようとしている。彼らはドイツとソ連に戦争をさせようとしていると考えるようになっており、イギリスの行動を不審に思っていました。しかもイギリスはソ連と同時進行でドイツとの交渉も続けていたため、それを知ったスターリンは、やはりイギリスは信用できない。ヒトラーと協力した方がマシだと決断しました。こうしてソ連はドイツに対して、これまでの対立やイデオロギーの違いが両国間の関係を邪魔するいわれはないとの見解を示し、ドイツとの間で交渉が始まっていきます。そのような状況でヒトラーはポーランドと結んでいた不可侵条約とイギリスと結んでいた海軍協定を一方的に破棄。ドイツはポーランドに侵攻する。ドイツは海軍を増強する。そう宣言したのと同じでした。さらにドイツはイタリアとの間で、片方の国が戦争に巻き込まれた場合にもう片方の国は全面的に軍事援助をするという内容の条約を締結。このような事態の展開のため、ヨーロッパの目はますますソ連へと注がれることになっていきます。これまで見てきた通り、ソ連とドイツは長年お互いを非難し合っていたため、ドイツとソ連が手を取り合うということは現実的ではないように思えますが、すでにソ連の最高指導者であるスターリンは、イギリス・フランスと同盟するよりもドイツに歩調を合わせる方が国益にかなうという考えになっています。同様にヒトラーもソ連と条約を締結することへの嫌悪感と、それがもたらす利益の間で迷っていましたが、この段階でソ連との戦争は望ましくないと考えて、最終的には利益を優先します。こうしてヒトラーとスターリンという2人の独裁者が不可侵条約を締結します。独ソ不可侵条約です。この条約はドイツとソ連どちらかの国が戦争状態になった場合には、残るもう1カ国は中立を維持するという内容で、まさか両国が手を組むとは思っていなかった世界中に大きな衝撃が走りました。しかもこの条約の中には他の国には知らされていない秘密条項があり、ドイツとソ連で東ヨーロッパを分割することが約束されていたのです。その分割の範囲を見てみると、ドイツの勢力範囲とされたのはポーランドの西側とリトアニア、ソ連の勢力範囲とされたのはポーランドの東側とフィンランド、エストニア、ラトビアとルーマニアです。この不可侵条約によってスターリンは戦争を準備するための時間的余裕を獲得し、ヒトラーは東西からの挟み撃ちを避けることができました。こうしてヒトラーはこの条約によってイギリスとフランスはポーランドを支援することを断念するだろうと考えるようになりましたが、チェンバレンはイギリスはポーランドに対する保証を全うすると意思表示。イギリスの決意は固まります。しかしドイツは他国を侵略しなければ国家の財政が破綻します。絶対に領土を拡張しなければいけません。こうしてヒトラーは宣戦布告もないままにポーランドに軍事侵攻を開始。イギリスとフランスはポーランドを支援するためドイツに対して宣戦布告します。ここに全世界を巻き込む史上最大の戦争、第二次世界大戦が始まりました。 This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.